ンコン餅です。レンコン餅？これが16世紀に長崎に伝わって長崎の職人さんが四角い形。15年とか20年近くかけて作るので、これも売れすぎたらそのお寿司屋さんにこっちを納品できなくなるので。いえいえ、お疲れ様です。ありがとうございました。いろんな方にお会いさせていただいてありがとうございました。とんでもないです。大将もよろしくお願いします。先付けございます。バイ貝ですね。バイ貝とオクラとトマトでございます。バイ貝とトマトってあんまない組み合わせ。バイ貝さっと火入れしてるんですか？さっと。すごく了解します。ございます。スポンだしですね。野菜はリカルドが育ててるものになります。スッポンのお出汁と青ナス、インゲン豆。で上にエンペラーですね。エンペラーの部分。うわすごいお出汁が。でも淡いですね、すごい。いいですね。はい。ズッキーニ。ズッキーニうまっ。すごい。ナス。ご自身で野菜も育てられてるんですか？家で。家で。畑を借りてまして。はい。はい。こちらで夏野菜は。出汁がうまい。出汁美味しいですね。ああ、いい香り。いや、シミの香りがいいですね。すごい油。のところがございます。はい。今日のところですね。とモロヘイヤですございます。モロヘイヤ。で、つけ醤油の方にですね、モロヘイヤの軸の部分を刻んだモロヘイヤ醤油になっております。そちらをつけてお召し上がりください。すごいセンス。モロヘイヤ醤油とのどぐろなんて聞いたことない組み合わせ。ネバネバがいい感じだ。モロヘイヤとのどぐろってすごい組み合わせ。なんでのどぐろとモロヘイヤを合わせようと思ったんですか？なんで、もう味が好きなんですよ。モロヘイヤを魚、モロヘイヤが土の味がする。土の味。うん。油と初めての組み合わせ。はい。すごい。アイデアがすごいです。
この時期のキラソーダは油乗っちゃう。スマより全然キラソーダの方が美味しい。色がすごいぶどうみたいなこれ宮津ですか？宮津です。へえ浜売り今マオリって言って組んだあ、組んだで。へえ。カツオのたたきになります。下が玉ねぎポン酢になります。こちらをたっぷりつけてお召し上がりください。いわゆるちょっとカツオの酸味系のこってりしてない。小皿の方にはですね、山椒オイルと塩が中心に盛ってありますので、添えられてないものですね。うわすごい動いた。生きてるわ。炙り鳥が詰まり具合が違う。やっぱり送りでしかできないんで、やっぱり弱るし、こうやって近いところにはい。後半ちゃんと甘いですね。うわこれ一口もったいないな。ちょっとでもホッキ貝感があるんですよ。ああ、そうですね。肉厚のはい長万部のホッキ貝みたいな。はいはいはい。贅沢。いただきます。やばい。美味しいですよね。別格ですよね。鳥貝はさすがにポルトガルにはないです。ないアサリしかないです。アサリしかない。アサリはあるんですね。アサリの感じではちっちゃいやつと広いやつと普通のアサリと。へえ。アサリは美味しい。はい、宮津のタコの柔らか煮ですね。宮津のタコ。鳥貝とかエビとかカニとか食べてるから美味しいよって言ってた。はい。いやうますぎる。ね、ちゃんとお出汁で味をしっかりつけて。のどぐろカツオの炭焼き2連チャンからの鳥貝タコのこのプリプリ系の2連チャン。揺さぶってきますね。リガルドさんが揺さぶってきますね。タコすごい美味しいです。ありがとうございます。まっと。本当に美味しいです。めっちゃ好きな火入れ。ちょっと生っぽいこのニュルっとブリッと感もあって。プリです。でもしっかり火入れてますもんね。うまい。あれポルトガルのタコじゃないですよね。ポルトガルのタコじゃない。ポルトガルもタコ美味しいじゃないですか。美味しい。違う。違う。遅い種類が違う。遅いの足が。で、下に梅肉ソースですね。このハモも宮津のハモですよね。はい。ふわふわっすね。ふわふわですね。ハモって言われないと分かんないかも。衣があるとなんかハモのなんていうのちょっと骨っぽい感じがなんか感じなくなる。気にならない。上に実山椒のタレをかけています。なんかその皮目のバリッとワイルドな感じと本体の身の方のすんごい繊細な感じが、ブリン弾力もありつつ、ギャップがすごいですね。今日でも3日ぐらいは寝かしてるって言ってたんで。なんていうかな。サコシガニ。サコシガキ。甲子の兵庫県甲子の。はい、小さいんですけど身が口までギリギリ入っている。うわでもすごいパンパンだな。小ぶりなように見えてすごい大粒。うわぷっくりしてる。色合いがすごい素敵ですね。やっぱおしゃれですね。綺麗ですよね。見た目も素晴らしい。日本料理は東京ですか？どこでやってたんですか？いろいろ関東、東京と群馬、静岡、山梨。
じゃあ日本に来てもかなり長いんですか？ 9年です。これ9年。おお。最初3年関東の旅館で、その後東京に学校を通しで京都市に行って茶会社のお店で1年半で、その後宮津奥さんはどのタイミングで出会ったんですか？ポルトガルにいる時に、あ、そうなんですか。はいへえ。まさかまさかの京へえ。都宮津で戻ってきて、あこちらは縁はないなかった。はいはい。もし西入さんに行きたいってなった場合、予約はどうやったら取れますか？はい、ホームページからの予約フォームかお電話になっております。はい。はい、で2日前までにご予約いただいて確定ということで。今この作成当時の今の時期、この時期のお任せはいくらで？はい、常に今の値段はお任せ一緒でですね、はい、18,700円税込みになります。はい、税込み18,700円。はい。はい、でこれにちょっとオプションでカニの時期はちょっとほっぺがにをつけたりとか、今だったら天然鳥貝はちょっと別途になるんですけど、基本のコースはもう皆さん一緒で1万で夜1回転だけ？昼もやってるんですか？そうですね。今ちょっと昼をどこかの日でやろうかなとは思ってるんですけど、ちょっとまだ今のところは夜で、4名様以上の予約があればその定休日に開けたりとか、あとお昼にもう夜は閉めてお昼だけでしたり。食べやすい。飯尾さんの酢って感じの。ああ、飯尾さんですね。これ米酢ですか？これ米酢だと思います。米酢ですよね。地物です。マダイ。朝です。朝。昨日締めです。美しい。今の時期。珍しい。そうですね。春ですね。はい。すごいなんか口どけがすごい。その明石とかと典型的に聞くのは身の強さがやっぱタンゴと全然違う。緩いですね。そうなんです。緩いですよ。はい。美味しいですね。シャリが美味しい。なんか酸味が。はい。きます。あ、テンション上がってきました。上がりました。やきました。やっとエンジンができました。シャリ担当。あ、そうなんですね。そうなんですね。リカルドさん。シャリだけです。美味しい。そう作る配合とかってことですか？そうですね。炊くところから精米、シャリ合わせ。へえ。いいですね。分業で。夫婦分業で。ねっとり。あ、塩うまい。美味しいですね。シャリとまたハマるっていうか、今日一シャリに合ってる。店名の西入っていうのはどういう意味由来なんですか？西ヨーロッパだから私が。ヨーロッパのはい。西のところでだから西のヨーロッパの人間がもてなす。いるって普通に入るっていうニュアンスでいいんですか？京都市の住所の読み方でですね、東シール、西ールっていうのがあるんですね。京都市独特の住所の読み方なんですけど、でそれで言葉自体を知っていて、お客さんから見たらその西ヨーロッパにちょっと歩み寄って西ヨーロッパの人間がここでもてなすみたいな意味合いを。寿司リカルドとかにしなかったですでもね、それまでにも300個ぐらい却下されてるんですよ。もうどれも
も嫌だった。あ、店名が。あーミシールだけなんとなくね、しっくりきたので。寿司リカルドだよね。皮目がちょっとコリッとしてて、なんか最初の白身リカよりもこれちょっとコリッと感があります。ああ、ありますね。昆布どれぐらいですか？昆布締め、30ぐらい、5時間ぐらい、5、6時間ぐらい。魚の仕入れは地元と、あとはそれ以外にもあるんですか？ルートが。地元がメインです。基本がメインです。はい、それ以外はもうなんかルートがあるんですか？あります。なんか友達の魚屋さん、長谷川さん。長谷川さん、そう神奈川ですね。神はい奈川ではいはい。使います。なるほど。使います。魚人。油の香りそんなしないですね。はい。全部やっぱしっとりしてる。サラダさん結構しっとり系が好きなの。なんか味っぽくもあり、サバっぽくもあり、サワラっぽい。サゴシ。フレッシュの。これちょっと酢やってる。酢やってる筋目ですね。結構やっぱ飯尾さんのお味噌って本当に美味しいんやなと思いますよね。こうやって自分の作ってるの食べてたらあんま分かんなくなってくるんですけど、人が作った。はい、飯尾さん使ってるところに行くと思います。サミットのはい。時に、はい。木村さんと久保さんと、あと姫白さん。はい。はい。その時に3社で結構配合変えました。結構味がだから寿司高さんのシャリって、はい。合わせたはい姿もいただいたんですけど、はい結構味がしっかりしてる。うん、そうですね。あ、こんだけ味付けていいんだって思って。結構しっかり。あ、うまっ。これ酒に合うね。リカルドさんが好きな寿司ネタは何ですか？好きな魚。好きの魚、あえて言うなら。アジとアジ。アナゴも好きし。へえ。アナゴは出したりするんですか？季節によって。まだ。まだ。やっぱりちっちゃいアナゴまでないここ。あ電付けアナゴしかない。あ。大好きな大きいやつですね。これは宮津ですか？宮津の味。わ、もうもっちもち。触った瞬間です。中トロって感じですね。ああ、そうですね。アジの大トロではない、はいドンチッチほどじゃないというか、はい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 。コテコテしないんですけど、確かにドンチッチほどじゃないですね。ちっちゃいからプリプリとかそういうわけでもないですね。そういうわけじゃないです。はい。いやでも味うまいですね。味うまいです。産地によって全然違うですね。全然違います。本当に。
同じこの日本海側でそのドンチッチやって島根なんで割と近いっちゃ近いんですよ。それでもこんだけやっぱり味わいも違うし食感も違うし油のりも変わってくるので、いやめちゃくちゃ美味しかった。まさかの2貫出てくると思わなかったですね。僕も思わなかったですまさかのうまっ。小松さんがきれいに何日もかけて井戸水を通して砂はかしでそこから処理してるしじみっすよね。はいしじみもどうしても泥が噛むらしいんで、はいでも赤だしなんですね、やっぱこっちは。これなんですか？レンコン餅です。レンコン餅？内巻きですか？はい、おしゃれだな、すごい。うわあ。日本料理ってすごいですね。すごいですね。見た目の仕込み方がすごい。おおすごい。うわ。これレンコンなんですか？レンコンです。レンコン粉を練って和三盆と合わせて最後もう一品でマジっすか？はいデザート？デザートで、デザート2品で和菓子とポルトガル菓子パウンデーロ。パウンデーロ？はい美味しそう。これが16世紀に長崎に伝わって長崎の職人さんが四角い形のカステラの。カステラにへえ。2層半熟じゃん。半生タイプのレシピになります。何これ？これでも美味しい。これどうやって作るんですか？卵と小麦粉、砂糖、酒入れて、コーヒー入れて、仕込んで。うまっ。美味しいですよね。これ焼くの結構時間かかるんですか？あ、違います。20分。うますぎる。これカステラの進化版ですね。てかむしろ元祖、由来カステラの元祖だけど、もはやカステラが進化してる。これおかわりする人絶対いますよね。あ、できますよ。じゃあしていいですか？ますし、お持ち帰りでちょっとお勧めします。じゃあ持ち帰りでいきます。なぜなら今日は2名様なので。じゃあ持ち帰りでいきます。持ち帰りします。持ち帰りし今まはもう大丈夫ですか？す。大丈夫です。持ち帰りしたい。もう一度。はい。まあもう一切れじゃあもらっちゃおうか。もうちょっと小さめ。小さめで。僕も小さめで。小さめで。はいよ。うんまっ。すごいこれ。すごいでも濃厚ですね。濃厚ですね。濃密ですね。卵が結構入ってますね。あ、結構入ってるんですね。この大きさで全卵4、卵黄4です。シャリは結構何回も変えてますか？レシピが。アップデートは。そのシャリサミットの時にだいぶ変えて、それまでなんだっけ、ガス釜で炊いてたんですけど、羽釜で炊いてたんですけど、はい、土鍋に変えて、まあ、うちそんな人数多くないんで、土鍋で、結構個性的なシャリですね。単体で食べると。はい、お米は？お米飯尾さんの。飯尾さんのコシヒカリ。だからコシヒカリはちょっと粘りありますね。そうです。で、ナチュラルな酸味がすごいあるですね。やっぱ飯尾さんならではのこの酸味の感じなんでしょうね。これ赤酢と米酢を混ぜてるんですか？はい、赤酢は割と少なめですね。ちょっと米酢寄りですね。米酢よりです。色ちょっと薄めですもんね。その酒造りのエリアとお酢造りのエリアがやっぱ結構離れてる。そうですね。こっちはもう酒蔵なんで。
この売るお酒じゃなくてお酢用のお酒作りそうでね。ですすそうです。酒造免許持ってるのが彩花さんと国内彩花さんのうちだけなんで、国内彩花さんはもうお酒の方がメインになってるじゃないですか。はいはいはうちみたいにお酒を販売せずにはいお酢専業で酒造免許持ってるってとこはもうまずないですね。うちが使う原料米は全てここで精米する。はい。一般的に全国の酒蔵さんでも自社でこういうふうに精米機持っておられるのが多分3割ぐらいじゃないかなと思うんですね。ほとんどがアウトソースされるんですよ、精米を。ただうちの場合は原料がこの 100% 地元で農薬と化学肥料を使ってない新米っていうふうに産地と栽培方法とあと鮮度に自社基準で縛りかけているので、それを外に精米出してしまうとよそのお米と混ざったりとか一粒でもよそのお米が混入するとまあ嫌なわけですよね。なので自社で精米する。これ酒かす。これ酒かすです。うわ。これ今年でもうこんな色になるんですか？そうですね。大体、絞って半年ぐらいするとだいぶオレンジ色になってきます。ただその温度によって、メイラード反応っていうのが起きて色がどんどん黒くなっていくんですね。うちのは比較的その米をきれいに磨いてないので、こういう反応が起きやすくはあります。赤酢プレミアムの、として今出荷しているものが、原料の酒粕が、2004年ですね。そんな20年？20年。まあ10年以上なので20年の必要はないんですけど、今のが2004年と2007年の酒粕ブレンドしたやつですね。でこれが2004年と2007にそれ減ってこれ中途半端だったんでその上から2011足してるっていうことですね。だから色が全然。うわこれだから20年とか15年とかそういうものですね。真っ黒ですね。これちょっと大丈夫？ちょっとぐらいかじっておくぐらいですよね。大丈夫ですよ。あ、チョコだ。あ、すごい苦い。やっぱりいろんな化学反応してるんで複雑味があるんです。あ、すごい。いろんな酸味っぽいのもあるし、苦味もあるし、糖分もそのタンパク質も長い時間かけることですごく複雑に分解されるので、無農薬の酒粕っていう自体でもうある意味プレミアムなので、よそのオクラさんは大体農薬を使ったお米でお酒を作っていらっしゃるので、そもそもお酢屋さんでこの酒粕を持ってるっていうことほとんどないですよね。お酒はよそから買ってくるので、酒粕自体が作られないんですね。なのでうちはお酒からお酢を作ってるので、その副産物としてこの酒粕ができるので、赤酢も自社のものでできるっていうこと。これが純米富士酢で、今1ヶ月ちょっとですね。1ヶ月半ぐらい。めちゃくちゃ重たそうですね。これ重いんですよ。表面なんか湯葉みたいな膜が張ってるんですけど、それが酢酸菌っていうお酢を作る菌ですね。だから今アルコール度数としては 3% ちょっとぐらいですかね。まあ温度が40度近いので、そこでちょっとアルコールの香りも。スーパーで売ってる安いお酢のお米の量がこんなもんで、でうちのプレミアムだと8倍の量のお米使ってるんですね。へえ。わかりやすい。でこれ量が8倍なんですけど、お米のそもそもの単価もだいたい8倍とか違うので、8×8 で
原材料費だけで60倍ぐらい違って、はい、作る期間も50倍60倍違うので、それで値段としては10倍ぐらいに抑えているので、そういう意味で言うとそんなに高すぎないかなと自分たちでは思ってるんですけどね。すごい。これが赤酢で、赤酢は年にこれ3本しか仕込まないんですね。だから年間に5000リッターから6000リッターしか出荷しないので、酒粕に水を入れて、はい、で溶いてあるんですね、はい、溶かして絞るといったら茶色い液が取れるので、はい、それにお酢を作る菌を入れると赤酢ができる。日本酒のアルコール分を使っそれをお酢を作る菌が食べると米酢になるんですよね、はい、でも米酢を作ろうとすると日本酒が必要だと、はい、江戸時代日本酒ってすごい高価なものだったんで、この日本酒を原料にお酢を作ると庶民は食べられないと。なので当時、今のミツカンの創業者が、はい、日本酒の代わりに酒粕をアップサイクルしたら安くで、しかも結果的に美味しいお酢ができたっていうのが赤酢。ジーズプレミアム、米酢ですね。丸みが、そうですね、だし感があります。そう、結構その昆布だしが入ってるみたいって言われるんですけど、美味しい。これが、どれぐらいかかって出来上がるでしょうか。これは2年ぐらいですね。はい、これが例のいつもお寿司屋さんが使ってる赤酢プレミアム。今もう全然基本的には新規でお店がお取引できない。そうですね、はい、こんな違うんですか。全然違うと思います。全然違いますね。ただ、はい、これだけでお寿司握っても美味しくないんですよ。まろやかすぎるんで、これだけでこれに塩だけ入れてお寿司握ると魚の脂切れないんですよね。だから食べ飽きてしまう、はい、その10貫食べられないので、必ずこれはブレンドしていただいて、はい、フリスプレミアムとブレンドして初めてお寿司になった時に美味しいお酢になると。いや、おっしゃったやっぱまろやかさがまた、なんか酸味もあるんですけど、柔らか、より柔らかい感じがします。これに塩入ったらもっと飲みやすくなるわけですよ、その調理としては。これはもうだからお米にかければ、そう、炊いたご飯にもう混ぜるだけでシャリが、江戸前のシャリができますよ。まあちょっと塩っ気というか、そうですね、あるんで、これだけだとしょっぱいなと思うんですけど、そのご飯と混ざった時にちょうどよくなるので、なので、家庭で江戸前寿司のシャリが食べられる商品っていうのがこれなんですよね。なかなかその、高級なお寿司屋さんに家族4人で行ってとかっていうとね、すごい金額になるじゃないですか、はい、だったらなんかマグロとかお刺身を買ってきて、これでシャリ作って丼したりとか、手巻き寿司だったらその銀座の江戸前寿司のクオリティが自宅で楽しめますよ、豊洲とか築地で魚買ってきたりとかね、いいお魚を手に入れられたら、握る技術はなくても味わいとしては同じようなクオリティのものが家でできますっていうのが、この手巻き寿司酢は通販とかで買えるんですか。一般通販で買えるんですね。お一人様何本までみたいな制限はかけてるんですけど、結局これも2割ぐらいが赤酢プレミアムなんで、はい、これが売れすぎても困るんですよね。なるほど。じゃあこれ買いたいってなったら、飯尾醸造さんのホームページからは数量制限で買えますけど買えます。結局ね、15年とか20年近くかけて作るので、これも、売れすぎたらそのお寿司屋さんにこっちを納品できなくなるので、このいわゆる高級なお寿司屋さんに使ってもらうようになった、なり始めたのってどれぐらいの歴史というか。10年ちょっとじゃないですか、11、2年とか。それってなんかきっかけはどんな感じで広まっていったんですか。二子玉川の寿司木村さんが、はい、お寿司屋だということを何もおっしゃらずにうちの蔵に来ていただいたのが多分十数年前。その時は私はお会いしてなくて、はい、父親が蔵を案内したらしくて、はい、で
父の話を聞いた木村さんがもうこれからは富士ス以外使わないというか、もうお酢を全部、うちのに変えようというか、そこから木村さんがこう有名になられて、ミシュランで星を取ったりとか、築地の仲買の方々が食べに行かれたりとかする中で、うちは富士酢使ってるよっていうふうにこう同業の方とかに教えていただいて、でそこから徐々にこううちの引き合いが増えてきたっていう感じですね。だから木村さんのおかげで、今のこうお寿司屋さんの中でうちのお酢をね使っていただいてるところが、ちょっとずつ増えてるっていう。西入さんとの出会い、ちょっと知りたいんですけど、あれきっかけは？きっかけは、彼ら2人がうちに来られたんですよ。アチェート食べに来る、共通の知り合いがいて、でリカルドとミオさんがその、店を探してると、で飯尾さんとこ一回行ってきたらっていうふうにその方がおっしゃったらしくて、でそれでうちの店を中をお見せして、でうちの蔵を案内して、でそしたら2人からここを貸してほしいっていうふうに言っていただいたんで、じゃあぜひどうぞっていう感じですね。西入さんは世界で唯一うちの自分たちが作ったお米とお酢を使っていただいてシャリを作ってくれてるお店ですね。米もその自分たちが作ったコシヒカリ、それから、赤酢プレミアムとか富士スプレミアムを使っていただいているので、丹後に来ていただかないとこのシャリっていうのは食べられないっていうところは一つ特徴かなと思います。いやでも本当に今回いろいろ宮津とお寿司っていうキーワードでも、宮津はすごい面白いプレイヤーの方がたくさんいるんだなっていうのが、体験できたんで、ありがとうございました。お忙しい中、また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。アワビもこの辺で取れるんですか？取れますけど、これそれを兵庫。肝やば。肝なんか濃いっすね。こいつね。煮切り醤油。煮切り醤油だ。漬けます。1週間ぐらい。漬けてるんだ。袋下に。そうなんですよ。そっから蒸すんですね。ちょっと湯がいて、ピンしたらつけます。すごい。畑で。これ意外とこれは肝が主役かもしれない。肝主役ですね。すっごい酒のあてになりますね。めちゃくちゃですね。味のことは全然違う。こういう肝のワイン合うがうまい。絶対これする。肝ってすごいよ。すいません、申し訳ない。うわ、最高、香りがやばい。目覚めてきた。うまっ。1キロぐらい、ギリギリ1キロぐらい。そうなんですか。へえ。それをこうキュッとやってるから。
味しい。よかった。は毎日美味しい。い。ありがとうございます。うわ、綺麗。本当に美しい。シャリは同じシャリですか？違います。違うシャリ。違うあすいません。ー専用のシャリ。うん。でもお酢は飯尾さんの。お酢入れます。また別のお酢。はい、砂糖結構入れる。砂糖結構入れる。ちょっと違うなと思ったんです。市内のやり方です。京都市内、前働いてたその高い席のお店は最後にサバをして普通のお寿司屋さんだと穴子で締めるじゃないですか。はい、そうです。サバの棒寿司が最後っていうのはなんか初めてかもしれないです。京都市で修行の京都サバ寿司日本料理の。が。はい。へえ。その日本料理とかお寿司のそのリカルドさんはわざわざ日本に来てまで魅了する魅力は何ですか？一番いいよ、バランス。バランス？バランス。食材のバランス、味のバランス。色合い。色？見た目、美しさ。見た目が美しい。あでもテクニック、技術。いやでもすごいやっぱりアーティストというか細かい人なんだろうなっていう、きっちりされてるから、盛り付け方とかお皿の並べ方とかかなりストイックな、職人さんって感じ、クラフトマンって感じ。Please tell me your philosophy. フィロソフィー。 philosophy。ああ、難しいですね。まあ難しい。自分でやります。Use local ingredients. ローカルの食材、地元の食材。Help the community. コミュニティ。 Help. で、ローカルの人にもちゃんと支えられてる。で、seasonality. 季節性です。はいはい。でもともとはその京都市内でやろうってなってたまたまいろんなご縁があってこの宮津っていうエリアに来て、やっぱ来てみたらすごいやっぱ素敵な食材とか人の意味でもっていう、これはなんかご縁というか、もう運命、定めです運命と書いて定めって読むやつですね。握りはもう一番やっぱサバの棒寿司、やっぱあれ名物、いつも出してますか？サバの棒寿司。割と出してます。あれはやっぱ入れたいなと思ったのと、おつまみやっぱタコと鳥貝ももちろんそうです。アワビも美味しかったです。アワビの肝がすごかったです。はい、醤油漬けのおつまみの盛り付けとか、お野菜が結構出たりとか、やっぱその日本料理屋さんとお寿司屋さんをこの蔵のなんかすごい素敵な空間で2軒はしごしたみたいな気分になれるっていうのがやっぱお店の良さだな僕は感じたんで。そうかもしれないですね。はい。柴さんありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。柴さんから見て西入さんはどんなお店？いや、もうさっき言ってはった通り、もうすごい繊細なお料理をしはるなっていうのを初めてお伺いした時から思ってて、もう初めてお伺いした時から結構感動があって、もう盛り付け含めそのお出汁の味、やっぱ久しぶりにお伺いしてもやっぱ感動があるんで、やっぱすごいなっていう、こうやって来させてもらって僕もすごい勉強になるなっていう。やっぱ楽しいですね。だからこの京丹後ってだけでもいろんな個性的なお店が、あるんだっていうのは僕今回も柴田さんのおかげでいろいろ前回含めてなんか勉強させていただいたんで、みんな違ってみんないいというか、地元の食材使ってもやっぱ提供方法とか空間が全然違うじゃないですか。それがやっぱ京丹後って結構美食エリアなんだなっていうのが、地物で結構仕入れるから、その時の仕入れで献立が変わるっていうのもまた、その時その時の一期一会のメニューがあるっていうのもなんかすごい素敵なところかなと思ったので、いやすごい楽しかったし美味しかったし、雰囲気がもうバチバチもうすごかったですね。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
どうですかイカ。いや、甘みがあってよろしいと思います。ありがとうございます。油の感じがやっぱ素晴らしい。これカツオ？早い。松浦さんの包丁使いってすごいスムーズですよね。これも一個見せる技というか。本当は羽田沖が好きなんですね。羽田沖もこんな感じでもっと脂があって柔らかいんですよ。